常に 3.5% ポイント還元の買い物をしています。これを続けて V ポイントを貯めて ANA マイルに変換して海外旅行に行くのが私たちの楽しみです。皆さんこんにちは、あやです。新婚夫婦が資産形成を目指していく記録チャンネルです。我が家のスペックはこんな感じとなっております。今日はポイント 3.5% 還元の錬金術と V ポイントを ANA マイルに変換して海外旅行に行く方法を全部お話しします。タイトルに良い子は真似しないでと書きましたが、理由は後ほどお話ししますね。まず 3.5% 還元の仕組みを説明します。複数のサービスを数珠つなぎにチャージすることで実現しています。JAXT カードは日曜日の利用で 1.5% 還元になるカードです。ただし、現在新規発行ができないカードなので、今から作ろうとしても作れません。私はたまたま持っていたので使えているんですが、これを始める方は他の1から 1.5% 還元のカードで代用できます。例えば、楽天カード還元率 1%、リクルートカード還元率 1.2% でも考え方は同じです。では、順番に説明します。1、JAXT カードで日曜日に支払う。こちらが 1.5% 還元。2、ANA Pay にチャージ。3、楽天エディにチャージ。ANA Pay から支払うことで 0.5% の ANA マイルを獲得できます。3、楽天エディから楽天キャッシュへチャージ。そして楽天ペイで支払う。楽天ペイによる支払い時に 1.5% 還元。ポイントの計算式を表示しています。合計で 3.5% の還元を受けられます。例えば、月5万円の支出をこの方法で払ったとすると、1750ポイントが戻ってくる計算です。年間60万円なら2万1000ポイントです。ただ、正直に言うと、これはめちゃくちゃ手間がかかります。日曜日限定で JAXT カードを使用しなければならない。複数のアプリを行き来してチャージする。残高管理が必要。なので、良い子は真似しないで、なんですよ。私はもはや趣味でやっている部分があるんですが、コスパを考えると万人向けではないかもしれません。皆さんは普段何%還元を得ていますか？コメントで教えてください。次に、我が家の家計用カードと V ポイントの使い方をお話しします。こちらの方が再現性が高いです。家計の食費、日用品の支払いには、三井住友カード、ゴールド NL、本人と家族カードを使っています。このカードの特徴は、年間100万円の利用で還元率が 1.5% になること。我が家の家計支出は年間100万円を超えるので、このカードを使うことで年間1万5000 V ポイントが貯まります。ここで大事なのが、この V ポイントをそのまま使わないということ。V ポイントは1ポイント1円として買い物ができるんですが、私たちはそれをしていません。なぜかというと、ANA マイルに変換した方が価値が高くなるからです。V ポイントを ANA マイルに変換すると、1ポイントが 0.7 マイルになります。つまり5万ポイントが3万5000マイルです。ポイントのまま使った方が5万円分で多くないと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、マイルは使い方によってはポイントより圧倒的に価値が高くなるんです。具体的な例を見てみましょう。3万5000マイルあれば、バンコクやシンガポールに往復できる可能性があります。現金で買ったら8万円から9万円する航空券が日常の買い物で貯めたポイントで買える。これが私たちの毎年の海外旅行の原資になっています。皆さんは貯めたポイントをどういうふうに使っていますか？ぜひコメントで教えてください。
私たちが V ポイントを貯めているのは2枚のカードからです。ジャックス T カード、私の個人支出。三井住友カードゴールド NL、本人と家族カード。家計の食費と日用品。この2枚がどちらも V ポイントを貯めるカードなので、ポイントを1箇所に集めることができます。集まったカードをまとめて ANA マイルに変換して、海外旅行の航空券に使う。これが私たちの V ポイント活用の流れです。年間のポイント獲得をざっくり計算すると、家計の年間100万円で1万5000ポイント。私個人の支出でも1万ポイント以上貯まるとして、合わせると年間で2万から3万ポイントは貯まる計算です。これを数年積み上げると、マイルに変換して、アジアなら往復できる水準になってきます。毎年の海外旅行を日常のカード払いで貯めたポイントで実現する。これが私たちの目標の一つです。ぜひチャンネル登録をしていただけると、旅行に行ってきた報告動画も見逃さずにいられますよ。まとめると、私たちのポイント戦略は2つだけです。1、還元率の高いカードを使い分けて V ポイントを貯める。2、貯まった V ポイントは ANA マイルに変換して航空券に使う。難しくないんですが、コツはポイントを小さく使わず、まとめてマイルに変換することですね。次回はポイ活やってよかったこと、悪かったことをお話しします。マイルでハワイに行った話と、クレカ時刻になったやらかし話、全部正直に話します。チャンネル登録して、ぜひ待っててください。高評価、コメントもしていただけると、次の動画を作る励みになります。最後まで見ていただき、ありがとうございました。またね。